私はウプ主、この動画を見てる君は選ばれし者。第15回ウディコンの作品を紹介していきます。アシスタントの、キュービタイコンです。それでは行ってみましょう。最初に紹介するのは、ギフテッドワールド、です。新米冒険者の女の子、マリモが、仲間たちと共に、ギフト、と呼ばれる特別な力を持つ、遺跡、道具、モンスター絡みの騒動を解決していきます。ちなみに女の子4人のパーティーですが、有利ではないので苦手な人もご安心召され。本作は、ルールや仕様について丁寧に説明されています。例えば、街中のタンスや壺を調べても、何もないと明記されています。UI や操作性も練られています。ウディタワ半歩移動がデフォルトですが、本作は一歩移動です。1マス分しかない細い道を歩くのが苦手な人への配慮だと思われます。斜めに歩けば狭い道にも入れますが、ご存じない人もいるようですからね。さて戦闘ですが、敵の次の行動や能力値が見えているのが特徴です。これをヒントにして、ベストな行動を取りましょう。終盤になるとボスが本当に強いので、綿密な準備と、冷静で的確な判断力が試されます。私がアイテムに頼りがちだったせいか、終盤は素材集めに少し時間がかかったり、時折、当店も空白もない、長いセリフがあるのが、少し読みづらいことはありましたが、逆に言えば、そのぐらいしか目立つ不満点はありませんでした。なお本作は、クリアまで30時間以上という、ボリューム満点のゲームです。容量は 500MB 以上と、ウディタ製にしては大きめですが、バージョンアップ用のデータがパッチとして配布されています。ウプ主のような回線弱者にも親切ですね。せっかくなので、動画の最後でおまけとしてウディタ製ゲームのアップデートについて説明します。本作、殺伐さがないストーリーとは裏腹に、終盤はスリリングな戦闘が楽しめます。ヒリヒリするような戦いは大好物なんです、という人は挑戦してみてください。次に紹介するのは、竜と黄金の梨と焼け残り、です。ウディコン期間中も、精力的に新要素が追加されていたのを覚えています。内容ですが、竜と巨人が激しく戦って荒廃した世界が舞台。生存者たちでパーティーを組み、糧を求めてダンジョンに迷う。第13回ウディコンで総合18位だった、竜と黄金の梨と蔵掃除、と同シリーズで。ジャンルは、ローグライクダンジョン RPG となっています。グラフィックの大部分はオリジナル。アイテム入手などで一喜一憂するキャラが可愛いですね。フロア間では、食事休憩できます。ディナータイム。毒キノコを食べて体力がマイナス999になったりしませんよね。毒は食べられないので大丈夫です。ダンジョンには敵が練り歩いています。戦うか避けるかはあなた次第。戦闘は、敵味方がひたすら体当たりを繰り返すというもの。ロマサガ3のマスコンバットを高速簡約化したようなイメージ、といえば伝わるでしょうか。これは、意地悪だな。プレイヤーができるのは、大まかな指示を出したり、さっきみたいにアイテムを投げ込むぐらいです。生き残るには、特技も重要。私が好きな、売りつける、を使ってみましょう。ビビりの樹状、でビビらせれば成功率は上がります。お客さんラッキーだねー。今なら半額キャンペーンやってんだよ。アイテムが売れた上に、暴力に頼らず、争いを収めることに成功しました。本作、キャラデザが可愛いことなどもあり、ゆるいゲームに見えますが、ゲームオーバーになると所持品を全て失うなど本格志向です。ヒリヒリするような探検は大好物なんです。という人は挑戦してみてください。最後に紹介するのは、アドリブ、ロール。映画撮影が舞台という、一風変わった作品です。僕は映画撮影をしたことがありません。それでも監督できますか？はい、基本的には RPG を進めるだけなので、できますよ。まず、映画の題名や主役、最後の敵を設定します。あとはのとなれやまとなれ。ゲームの進行状況は、メモワール、という、プレイ記録に保存されていきます。ゲーム中でも読めますが、クリアすると、HTML ファイルに出力できます。物語風にまとめられていて、なかなか感慨深いですよ。
やりますよクランク、イン。道中で起きるイベントや、戦うボスの順番などは、複数の中から選択できます。やろうと思えば、それまでの展開を無視して、全く無関係なボスをラスボスにできますよ。いやカオスすぎでしょ。お客さんから、突発性いい加減病、とか言われちゃいますよ。戦闘はカードバトルです。面白いのは、手札の枚数がライフを兼ねているという点。攻撃を受けると手札が減り、0枚になると戦闘不能に。逆に回復すると手札が増え、攻撃のチャンスも増えます。無計画に手札を使いまくると、無防備になるわけですね。ところで、ボス戦で4ターン経過すると、面白いことが起きます。支柱に勝つ、が発動し、色々強化されます。まさかのピンチも大楽天。あ、これ。今なら多くの攻撃技がコンボになります。すげえアタック、何度も。膠着状態を回避し、映画らしくドラマティックな勝利をもたらす、面白いシステムです。ルール説明は少ないので、積極的に本棚などを調べて勉強する必要があります。装備変更などの操作は少し荒削りですが、一風変わったゲームがしたい人はぜひどうぞ。ここからはおまけです。ウディタ製ゲームの更新についてお話しします。プレイ中のゲームがバージョンアップされた、今のセーブデータを引き継ぎたい、そんな時。一番ポピュラーなのは、セーブ、フォルダをコピーするパターン。まず、最新版のゲームを丸ごとダウンロードします。今までのバージョンのゲームから、セーブ、フォルダをコピーし、最新バージョンのフォルダにペーストする。それで OK。ただ、キャラの能力値など、一部データも以前のセーブデータのまま引き継がれます。これはバグではありません。ゲームの作者が独自に工夫する必要があります。二つ目のパターンは、更新用のデータだけをダウンロードして、指定されたフォルダ内にコピー&ペーストする方式。この動画で紹介した、ギフテッドワールド、がそれですね。最後は、オンラインで更新するパターンです。自分でファイルを操作する必要がないので、かなりお手軽です。ウディコンにはここで紹介した以外にも色々な作品があるので、覗いてみてください。縁も竹縄ではございますが、これにて動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。